ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SixTONESこっからザ・ファーストテイク、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのラポネボーカルルーム。さあ今回でですね、SixTONESの歌声分析第4弾ということでですね、第1弾が僕が僕じゃないみたいだ、第2弾がイミテーションレイン、そして先日公開された第3弾がエバーラスティングで、今回はですねこっからということで、僕が SixTONES の歌声分析動画で公開した中では一番最新の歌声に近い内容なんじゃないかというふうに思います。でね、今回もですねやばすぎましたね。歌声の進化状況がですね凄まじすぎます。ここまで表現するのかとか、グループ単位での表現の仕方の幅の広がり具合とかがね、ほんと凄まじかったです。この辺をですねどこよりも細かく、そして丁寧に歌声分析して解説しておりますので、ぜひ皆さん動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。鶴さんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが大好きなラポネ所属アーティストと、現在鶴さんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速 SixTONESこっからザ・ファーストテイク歌声分析 GO!わあかっこいいね、イントロ。うわあかっけえ。いや本来ねこの後盛り上がると思うんですけど、まず田中さんの声、ここでですねシャウトボイスを使ってますね。シャウトボイスっていうのはここにあるですね仮声帯って言われる咳払いをする時に動く器官を使ってこの音をですね出しながら歌う、これがシャウトボイスです。でエッジボイスっていうのはちなみに歌う前に一瞬だけみたいな感じの使い方をするんですよ。体の使い方は一緒なんですけど、歌声に混ぜるか、それとも歌う前に一瞬ノイズ音だけ入れるかの違いによって名前が変わってきます。田中さんはですねここではシャウトボイスを使って荒々しくかっこいい歌声を使ってますね。もう一回聞いてみましょう。この辺ヨーヨーみたいな感じの声ですよね。もうちょっとね田中さんの場合は声の割合が多いと思うんですけど、めっちゃかっこいい入りですね。続きいきますよ。かっこいいね。めちゃくちゃノリがいい曲なんですね。最初にメンバー全員での掛け声みたいな感じですかね。その後に田中さんのラップがめちゃくちゃ際立っているわけですけど、全体的にですねスタッカートというテクニックを使ってます。音をですねこう切る感じで歌うテクニックをですねスタッカートって言うんですけど、これを使うことによってリズムの歯切れ良さだったり、こう弾んだような躍動感が出てくるんですよね。それがめちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。ほらタカタカタッタタみたいな感じのニュアンスが出てますよね。これは全部の音ではないんですけど、ところどころにですねスタッカートを入れてるからこそ出るビート感なんですよ。いやー素晴らしい。次いきますよ。いや京本さんもですねシャウトボイス使ってますよね。いやめちゃくちゃ歌声が進化しているんじゃないかなというふうに思います。第1弾第2弾第3弾で歌声分析した京本さんの歌声はですねこう繊細で可憐で美しいっていう風な歌声のニュアンス僕は感じていたんですけど、ここで荒々しさ、いや表現の幅がめちゃくちゃ広がってますね。もう一回聞いてみましょう。ほらいやかっこいいね。で京本さんのシャウトボイスザラザラした感じがとても強いと思うんですけど、仮声帯を使って出した声をですね鼻に入れるんですね。そうするとザラザラ感が強くなるんです。ななななななみたいな
ちょっとだけ鼻声で歌うっていう声の出し方なんですけど、いやー素晴らしい。めっちゃかっこいいですね。次いきますよ。うわいやみんなシャウトボイスを使ってますね。でジェシーさんの歌声もですね、めちゃくちゃねこう激しくてかっこいいんですけど、声質プラスですね、ところどころにちっちゃいつ、音楽的に言うところの休符が入ってるんですよ。この休符の入れ方がめちゃくちゃかっこよくて、休符を入れた後の音っていうのはね、第1弾から第3弾まで SixTONES の歌声分析動画見てくださってる方にはもうね分かってる内容だと思うんですけど、休符を入れた後の音は強い音、アクセントに変わります。で強い音と弱い音が生まれることによってかっこよさが何倍にも増幅するんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほらそして全体的に子音が強くてめちゃくちゃかっこいいですよね。リズムを表現するために必要なことが全部込められているラップかなっていうふうに思います。いやーすごいですね。次いきますよ。コーチさんのラップ全体的にねリズムとかめちゃくちゃかっこいいんですけど、どことなく優しさがにじみ出ているような歌声かなっていうふうに思います。この優しさがにじみ出ている要因としてはですね、口腔共鳴と言われる口の中の空間の響きと鼻腔共鳴と言われる鼻の中の空間の響きをブレンドしたような歌声なんですよね。口の響きで言葉をはっきりと聞かせたり声量を増幅させるような響きプラス鼻の中の響きでですね、声に温かさだったり声質をきれいにする成分、こちらが鼻の中には入ってるんですけど、それらをブレンドすることによってこの歌声が作られています。いやー器用な歌い方ですね。もう一回聞いてみましょう。これ可愛いですねそして全体的にちょっと笑顔で歌ってますよね。声質っていうのは顔の表情に比例する部分がありまして、明るい表情で歌うことによって声質も明るくなります。それとは逆に悲しい表情で歌を歌えば悲しい声質に変化するっていう性質があるんですけど、この優しい雰囲気はコーチさんのですね素敵な笑顔からにじみ出ているものかなというふうにも思います。次いきますね。うわー、いや松村さんの歌声低音がすごくセクシーですね。こちらの声はですね、肺の中を響かせる歌声、胸腔共鳴という響きがですねメインで作られた歌声です。胸の響きを使うとですね、声質が太くなったりたくましいような雰囲気がしてくるんですけど、まさにその成分をふんだんに使ったセクシーな歌声、たまらないですね。もう一回聞いてみましょう。うわ、これはめちゃくちゃいい声ですね。I know, I know みたいな。今松村さんの歌声ちょっと体の使い方を寄せて歌ってみたんですけど、ちょっとだけ鼻の要素も入ってますね。この声は鼻の響きで色っぽさっていうかね、セクシーさを表現してんのかなっていう風に訂正します。いやーいいですね。次いきますよ。いい声。そして表情も素敵だしね。このブレーキを壊したいのしたいの、こんな感じかな。もっと色っぽいですよね、松村さんの声。いや羨ましいですね。次いきますよ。森本さん表情がですねとても素敵ですね。めちゃくちゃ楽しそうで、最初は低い音程からラップが始まるんですよね。ダチャラダ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 みたいな。でもその後がめちゃくちゃ高い。ナナ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 ぐらい高いですよね。この音はですね、ミックスボイスというテクニックを使ってラップを歌ってます。で、SixTONESの歌声分析動画ではよく出てくる言葉だと思います。ミックスボイス。裏声と地声のね、中間の声なんですけど、これ実は習得するのめちゃくちゃ難しいんですよ。歌でプロを目指してる人は絶対に練習するテクニックで、
でも習得できる人ってその中の本当一握りというか、いろんな SNS でミックスボイスの出し方っていう風にボイストレーナーの方が動画公開してるんですけど、それだけ人気のテクニックで、しかも歌の中ではね、多分一番難しいテクニックなんじゃないかなっていう風に僕は思います。僕ちなみにできるようになるまで6年かかりました。僕の物覚えが原因なのかもしれないんですけど、それぐらいね難しいテクニックっていう風に思っていただけたらなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。後半ねめちゃくちゃ高いですよね。この部分がミックスボイスです。続きいきますよ。なるほどね、あの高さのまま行くんですね。で相当息の力も強いんじゃないですかね。息の力が弱いといくらミックスボイスを使ったって言ってもあそこまで音域キープできないと思うんですよね。しかも声の張り感もめちゃくちゃ強いじゃないですか。相当歌のねベーシックな部分が鍛えられてる証拠なんですよね。ものすごい練習量が想像できます。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、すごいですよ、この音域と声の張り感のキープ力。いやー素晴らしいですね。次いきますよ。うわかっこいいね。今のねワンフレーズですけど、ここでもねジェシーさんシャウトボイス使ってますよね。レディーファイヤーみたいな感じの歌い方ですよね。ここも先ほど言った仮声帯と鼻、この2つをですね同時に使った声になってます。もう一回聞いてみましょう。ほらかっこいい。でこれがサビ前のワンポイントですよね。サビを聞くのが楽しみになる声ですよね。さあサビ行ってみましょう。いきますよ。かっこいいね。ここもオクターブなのかな。高いパートと同じメロディーなんだけど1オクターブ低いパートと、もう一回聞いた時にね再確認してみようと思いますけれども、声の音圧がすごすぎますね。一気に盛り上がった感じがねめちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。いいね。やっぱりオクターブ関係のフレーズでしたね。そして言葉の子音の強さがですね、やっぱりさすがストーンズですよね。全員同じ箇所でアクセントをつけてます。いや本当に団結力が素晴らしいですよね。そして曲のジャンルは多分ジャズに該当すると思うんですよ。これはジャズって音楽ジャンルの中では個人的にね一番難しいと思います。リズムの捉え方もめちゃくちゃ難しいし、音程も実は取りにくいんですよね。ジャズって複雑な音で構成された伴奏なので、だからストーンズこっからという曲はですねものすごく歌うの難しいと思いますよ。次いきますね。あ、なるほどね。ここまででワンセクションって一括りっていう感じなのかな。このワンフレーズだけ集中して聞いてみるとストーンズの歌声の成分もすごく共通する部分ありますし、リズムもねしっかりと皆さん同じ位置でですねこうリズムを刻んでるっていうところが分かりやすいと思います。もう一回今のワンフレーズ聞いてみましょう。ほら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 、すごく全体的に歌声が6人で歌ってるにもかかわらずすっきりして聞こえますよね。このすっきりしてる理由としては歌声の成分ももちろんそうなんですけど、リズムが完璧に揃ってるっていうところが大きい要因なんですよ。でリズムを完璧に揃えるって実はものすごく難しくて、リズムの取り方一つ違っても歌のリズムってずれてくるんですね。例えばタタタタタタタ、このリズムの取り方とタタタタタタタ、このリズムの取り方2人いるとするじゃないですか。で同時に歌いますよね。リズムずれるんですよ。このぐらいリズムを合わせるっていうのはかなり難しいんですけど、ストーンズはねそこをクリアしてるんですよ。ほんと素晴らしい。次いきますよ。ほらもうねやっぱりリズムがね揃ってるからこのスッキリ感がたまらなくかっこいいですよね。リズムがずれると歌の雰囲気がねどうしても濁って聞こえてしまうんですよ。音程が完璧に合ってたとしてもね。
むしろ音程が少しずれたぐらいじゃ人ってねよくわかんないんですよ。バレないっていうかね、変な話だから。プロのミュージシャンとか音程ってそこまで意識しなかったりする人が多いです。バレなければいいやぐらいのね。でもリズムって1ミリでもずれてしまうとバレるので、音楽の中では一番リズムが大事だっていうプロのミュージシャンってものすごく多いんですよ。もう一回聞いてみましょう。でどのぐらいリズムが揃ってるかっていうと、音符の部分はもちろんそうなんですけど、先ほど言いましたっけちょっとねごめんなさい、テンション上がって忘れちゃったんですけど、ちっちゃい「つ」いわゆる音楽上でいうところの休符の位置もですねぴったり揃ってるんですね。ここまで細かいところを考えて歌ってるボーイズグループって他にいないんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。かっこいいね。なるほどね、そういう流れになるわけね。もう息をつく暇がないぐらいこうね、音っていうか歌声が畳みかけてきますよね。このスピード感やばいかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 ねねっていうか、今回もすいません、皆さんの方がねすごくこう理解していると思うんですけれども、いやーほんとかっこいいですね。っていうかいろんなジャンルの曲をですね最高峰ぐらいのレベルで歌声を仕上げてますよね。今回でね第4弾ですけれども、ハイテンポな楽曲の僕が僕じゃないみたいだで、ミディアムテンポのイミテーションレインで、ゴスペルチックなエバーラスティング、そして今回のハイテンポでジャズテイストなこっから、本当にこの表現力の広さにびっくりします。じゃあ次いきますよ。いいね、こう掛け合いみたいなね感じ、すごくリズムのノリがですね心地いいですよね。めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。ほらタタ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 タみたいな、やっぱりこれね一人だと表現できないノリだと思いますし、パートごとをですね複数人で歌わないと出ない声の音圧だと思います。めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。なるほどね、ここは若干声の音圧が下がったような感じですかね。歌うメンバー数が減ったのかな。一人で歌ったフレーズがあったように感じたんですけど、もう一回聞いてみましょう。オクターブになったりそういった歌い方に変わってんのか。なるほどね。いや複数人で歌う表現力を極限まで試行錯誤してパフォーマンスしてんのかなっていうふうに思います。同じフレーズでも聴かせ方を変えるっていうね、この短いスパンで。いや音楽に対する追求力が素晴らしいですね。次いきますよ。いいね。この本当に先ほども言った内容で申し訳ないんですけど、音が畳みかけて向かってくるような音圧というか迫力がね、それが画面越しから伝わってきてですね、めっちゃテンション上がります。ライブを見ているような迫力というかね、動画でこれが伝わってくるってすごいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。いやすごいですよね。これはねストタンの皆様がリクエストしてくださった理由がすごくよく分かりました。もうこの迫力に脱帽ですね。次いきますよ。巻き舌ジェシーさん弾けてますよね。でジェシーさんの前のコーチさんのラップのリズム感がねやっぱりすごいですよね。もう一回聞いてみましょう。ここはラップリレーみたいになってるのか、コーチさんの前にまた違うストーンズのメンバーさんが歌ってますよね。すいません今ね画面越しではコーチさんの前の方がね
映ってなかったので、またねストタンの皆様、この部分の解説をコメントでお願いします。もうね皆さん頼りなんですよ。ストーンズの音楽的な部分に触れてまだね1週間ぐらいなので、個人的にストーンズをね結構勉強してるつもりなんですけど、まだ全然追いついていなくて、皆さんの力が頼りです。すいません、頼ってしまって。ぜひねコメントいただけたらなというふうに思います。次いきますよ。なるほどね。激しいラップから今度は田中さんが一人でラップをすることによってテンション的にはちょっと下がったような雰囲気ありますよね。でもその落ち着いた雰囲気の中で田中さんのリズムが効いてかっこいい発音のラップ、これはたまらないですね。もう一回聞いてみましょう。そしてねリズムの取り方がちょっと特殊なんですよね。いい意味で後乗りと言われるリズムの取り方です。で曲っていうのはテンポが決まっていて、それを基準にこうね音を奏でるっていうものなんですけど、テンポっていうのはメトロノームでこうカッ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 ってなるやつ、あれがねテンポなんですよ。この曲だとタン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 、このぐらいのテンポです。でテンポに対して、これテンポ、正しいテンポここに対して前にいることが前乗り、後ろにいることが後乗りって言います。で前にいすぎると走るって言って、これリズム的に NG です。で後ろにいすぎるともたるって言って、これも NG なんですけど、その OK な範囲ギリギリでのちょっと早めちょっと遅めっていうのがあるんですけど、ちょっと早めにすると疾走感が増幅したり爽やかさが歌声に混ざってきたりします。で今回使った田中さんの後乗りというリズムテクニック、これを使うことによって歌声の雰囲気がですね、重さだったりワイルドなニュアンスっていうのがにじみ出てくるんですよね。今田中さんはですねその後乗りっていうテクニックを使ってました。もう一回聞いてみましょう。でこの後乗りで歌うためにはどうすればいいかっていうと、リズムの取り方をですね遅くするんですよ。先ほど言ったタン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 、このリズムの取り方で歌うことによって後乗りになります。これを倍で取るとタッ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 タ、これでリズムを取って歌うと前乗りになるんです。ちょっとねごめんなさい、難しい話だったんですけど、リズムの取り方でも歌声の雰囲気って変わってくるので面白いですよね。でここ以外はですね前乗りで歌ってるんですよね。だからそういうリズムの取り方を変えることでの表現力も使ってるんですよ、ストーンズは。ぶっちゃけこれねミュージシャンが使うテクニックなんですよ。歌い手はこういうテクニックってあまり使わないんですけど、だからね前回の動画でも言いましたけど、本当に細かい部分まで音楽を勉強してるグループ、それがストーンズなんだと思います。次いきますよ。わ、かっこいい。うわ松村さんのこの声のアタックすごいですね。で全体的にですね息の音が混ざってるっていうか、このハスキーな声質すごく好きです。僕この音域ミックスボイスで歌ってんのかな、ちょっと声がねふわっとした感じが出てますよね。声がふわっとしてるにもかかわらず子音が強いからすごく異次元な雰囲気を感じます。もう一回聞いてみましょう。ほら、いやほんといい声ですね。そしてメトロノームが鳴ってるカッカッカッカ、ここに全部アクセントが乗ってるような歌い方ですね。タラタタタタタみたいな感じで、こうカッカって鳴ってるところに該当する音がですね全部アクセント。この歌い方めっちゃかっこいいですね。次いきますよ。いや京本さんの声、最初の方のラップは全部シャウトボイス使ってたんですけど、今回はですねフレーズのアクセントになるところにシャウトボイスを使っています。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、タラタタみたいな、全部をシャウトボイスで歌うんじゃなくて、強く聞かせたいところだけシャウトボイスをチョイスして歌ってるみたいなね、こういう使い方もかっこいいんですよね。次いきますよ。あれ森本さんも今シャウトボイス使ってましたか？もう一回聞いてみましょう。なんか使ってるっぽいですよね。みんな使えんのかな、シャウト。やばくない？
シャウトって結構難しいテクニックだと思うんですけど、いやこれはすごいですね。いや感動しました、今回も。次いきますよ。コーチさんのラップ、声めちゃくちゃクリアでしたよね。今字の声を大事にしてしっかりとアクセントを使って歌ってるラップ、もう一回聞いてみましょう。進化を、ここかっこいいですね。フレーズの最後カオみたいな英語的な発音というかね。いや本当に表現力の幅がやばい。何回言うんだって話ですけど、本当にねすごすぎると思います。次いきますよ。今の声すごくいい意味でね、面白い感じの声質の使い方だったと思います。今ね一瞬ちょっと喉を閉めてその声を鼻に入れるんですよね。みたいな、この声の出し方をソブって言うんですけど、僕もねこれは知識でしか知らなくて、実際にこの声を使ってる人ってあんまりね見かけたことがないんですけど、今それっぽい声をですねジェシーさん使っていたんじゃないかなっていうふうに思います。志村けんさんのひょうきんな感じの声あるじゃないですか。ソブっていう声の出し方なんですよ。もう一回聞いてみましょう。ここ今最後の「なーなー」ってところ、多分ねここは先ほど言ったソブっていう声を使ってるんじゃないかなというふうに思います。ポピュラーミュージックではあまり使わない声なんですけど、たまたまね勉強した内容を今でも覚えていたっていうだけなんですけど、間違ってたらごめんなさい。でもねものすごい特殊な声の使い方だったんじゃないかなというふうに思います。次いきますよ。今のところは完璧ユニゾンでしたよね。いつもサビとか全員で歌うところってオクターブっていう先ほど言った手法が使われていたんですけど、ここは完全にみんな同じ音でした。だからこそ出る声の音圧、もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、ダリダリダリザッザーって言ってるのかな。いやジェシーさん一人で歌ってる時から一気にこう声の音圧がねグワッて上がった感じがすげえかっこいいですよね。やっぱりねストーンズの歌っていうのは音のダイナミクス、大きい音から小さい音、そしてまた大きい音までの振り幅がですねめちゃくちゃ広いんですよね。こういう音量の変化って人の心に刺さるんですよ。急に小さい音から大きくなるとびっくりするじゃないですか。で大きい音から小さい音になると聞こうとするじゃないですか。この振り幅が大きすぎるとびっくりしたりするんですけど、ストーンズの場合はね魅力を最大限に発揮できるダイナミクスを使っているんだと思います。超かっこいいですよね。次いきますよ。やっぱ森本さんのねこのハイトーンラップめっちゃかっこいいですよね。声すごい好きです。そしてねごめんなさいね、今回すごく小刻みに止めて喋ってます。メンバーのね入れ替わりが激しい曲って僕の歌声分析動画はこういった内容になってしまうんですけど、ただねやっぱり細かい部分まで説明していきたいので、どうかねご容赦いただけたらなというふうに思います。いや森本さんのねハイトーンラップもう一回聞いてみましょう。ほらローのところがねミックスボイスだと思うんですけど、それにしては森本さんの笑顔素敵ですね。すごい爽やか。次いきますよ。京本さん今回はですねウィスパーボイスを少しだけ入れたラップ、こういった表現してますね。なんかパートが来るたびに新しい京本さんの声質の表情が見れる聞けるっていうのは次のパートもね楽しみになってきますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、ウィスパーボイスですよね。息のこうはーって音が混ざってます。で声はすごくソフトなんですけど、やっぱラップなので言葉の子音だったりちっちゃい「つ」を入れることによってリズムでの躍動感も表現してるんですよ。いやーすごい。次いきますよ。うわかっこいいね。みんな声がかっこいいんですけど声質の表情が違うからすごいバリエーション豊富でテンション上がりますよね。で今の田中さんの声少しだけシャウトボイスを使ってるんですけど、こう胸に声を詰めたような「あー」みたいな
こういう感じの声の出し方でしたよね。これがまたかっこいいんだもう一回聞いてみましょう。ほら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 みたいな、こんな感じの声質でしたよね。いやー、やばいですね。次いきますよ。うわー、力強い声ですね、松村さん。さっきの声とはまた違って、今回はね、強い地声を使っています。胸腔共鳴の響きですよね。もうなんかすごすぎて頭が回らなくなってきますよね、いい意味で。分析する箇所が多すぎてね、ちょっと頭がパンクしそうなんですけど、それぐらいすごい魅力だったり、すごい歌声の引き出しがね、豊富なグループ、ストーンズ。この頭がパンクしそうっていうのはいい意味ですからね。一人一人の歌声のテクニックだったり表現力の引き出しがめちゃくちゃいっぱいあるっていうことですから、もう一回松村さんの声聞いてみましょう。ね、すごく強い。で、全体的にちょっと巻き舌を入れてんのかな。巻き舌を入れることによって声に怒りっていう感情をですね、込めることができるんですよね。多分そういった狙いがあるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。次いきますよ。あ、なるほどね。いやー、サビ前のね、追っかけ超かっこいいですね。タッタタッタみたいな。いやー、かっこよさが続きすぎますね。ちょっと汗かいてきましたよ、僕。テンション上がりすぎて。じゃあ次、サビからいきますよ。いやー、かっこいい。で、サビのメロディーがめちゃくちゃ聴きやすくてキャッチーな雰囲気じゃないですか。ここがね、心地いいですよね。こう、ラップの部分がテンション上がって、うわーっていう感じに対して、サビはこう、落ち着いて聴けるポイントっていうか、ラップでかっこよさを、サビのメロディーで安心感をっていうね、二つの魅力がある楽曲。それがこっからなのではないでしょうかっていうふうに思います。もう一回聴いてみましょう。ほらほら。やっぱね、いいですよね、サビの入りね。来た来たって感じがしますよね。次いきますよ。で、歌メロディーが途切れたところで掛け声が入ってくるので、やっぱりね、こう声がどんどんこうね、かぶさってくるような雰囲気がめちゃくちゃ好きですね。もう一回聞いてみましょう。危ねえ。夢中になってね、そのままずっと無心で聞いてましたよ、今。めっちゃかっこいいですね。いやー、ほんと素晴らしいですね。もうどんどんストーンズにハマってますよ、僕は。次いきますよ。ここのフォールがね、かっこいいですよね。フォールっていうのは音程をですね、こう、下げること。これをフォールって言います。まあ、正確にはこう、みたいな感じで投げ捨てることをフォールって言うんですけど、今のフォールの仕方はですね、あえてゆっくりこう音を下げるんですよね。ゆっくり音を下げることによって、聞いていて聞き心地のいい音。そして、それとは逆に聞いてハラハラする音。この2つの音っていうのが生まれるんですね。大きく分けると。で、聞いていて心地がいい音を協和音と言います。で、聞いていてハラハラする音を不協和音って言います。多分ね、不協和音っていう言葉は皆さん聞いたことあると思うんですけど、そして不協和音って使っちゃダメな音なんじゃないのっていう風に思ってる方も非常に多いと思うんですけど、音楽上不協和音ってめちゃくちゃいっぱい使われます。使ってはダメな音ではなくて、聞いていてハラハラする音を不協和音って言うんですよね、正確には。ここをね、ぜひね、知っておいてほしいんですけど、だから今の、のところでは、協和音、不協和音、協和音、不協和音みたいな感じで、落ち着いてハラハラ、落ち着いてハラハラみたいな感じの音になってるんですよね。その辺ちょっと注目して聞いてみましょう。ほら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 。っていう風に下がり始めたところからちょっとなんかハラハラっていうかそわそわするっていうかそういったね感情になったと思うんですけど、その瞬間がですね不協和音の雰囲気です。
でジャズでは実はめちゃくちゃいっぱい不協和音が使われるんですよね。そういった意味で難しいジャンルっていうふうに僕は思っているんですけど、ただその不協和音があることによっておしゃれな雰囲気が作れる。言ってしまえばその不協和音がないとおしゃれな雰囲気にならないんですよ。なので正しい使い方をすると不協和音っていうのはめちゃくちゃいい音なんですね。次いきますよ。今の田中さんの声なんですけど、これ多分歌詞ないような言葉を歌ってますよね。タカトコティみたいな。ごめんなさいね。ちょっとね、なんて言ってるのかわからないから近いような雰囲気で言ったらこんな言葉になってしまったんですけど、決してね、悪い意味を持って言ってるわけじゃないので許していただきたいな。で、まあ今ね、僕が言った言葉っていうのは、これスキャットっていう手法です。で、スキャットって何かっていうと、歌詞以外の言葉を使って、まあね、日本語だったら日本語以外の言葉、例えば、手話とか、有名なやつだと、シャバダバとか、こういう感じの言葉を使ってリズムを声で表現する手法。それがスキャットです。なので今、田中さんのところはですね、そのスキャットなんじゃないかなと思います。もう一回聞いてみましょう。でも歌詞あんのかななんか歌詞があるような気もしてきたんですけど、僕はね、さらっと聞いた感じ、スキャットなんじゃないかなって思います。なんかちょっとね、DJ のこのジュイジュイっていうスクラッチの雰囲気に似てるかなと思って、スキャットなんじゃないかなと思ったんですけど、間違ってたらね、ごめんなさい。次いきますよ。いいね。ラップというよりも語りに近いですよね、ここのパートは。で、リズムが割と一定なのかな。タン、タカタタン、タカタタンみたいな。こうタカタってリズムは音楽の専門用語ですけど、3連符っていうリズムです。こうタンタンタンのこのテンポに対して3つずつ音が均等に入っていく音。タタ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 。これを3連符って言います。この3連符を使うことによってリズム的な聴いていてこうね面白いような雰囲気を表現することができるんですね。そのポイントだなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ね、タカタターンっていうリズムは結構多めに出てきますよね。ここはね3連を使って違った雰囲気をね表現しているポイントなんじゃないかなというふうに思います。ラップじゃなくてね語りみたいな感じだしね。続きいきますよ。結構ねこの感じが続くんですね。いや、こういうところでもね声の一体感がすごいですよね。続きいきますよ。ちょっと待ってくれ。今気づいたんですけど全員同じ音じゃないですね。上のところでななななみたいな感じの声の人いますよね。ちょっと戻して聞いてみましょう。ほら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 なな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 みたいな感じの人いますね。この声面白いですね。これも先ほど紹介したソブっていう声の一種だと思うんですけど、喉を締めた感じで鼻声ってわかるぐらい声を鼻に入れて出してる声だと思います。いや、声の使い方面白いですね。次いきますよ。うわあこうなるんだね。今語りからどんどんこう声のパワー感が増幅してきて、また激しいラップに突入しましたね。いや、かっこいい。続きいきますよ。こう一人一人ね早いスパンでこうフレーズが変わって最後は全員で歌声の音圧を表現。たまらない流れですね。これはもう一回聞いてみましょう。ほらほらほらやばいね。いや、この構成は面白いしめっちゃかっこいい。誰が考えてるんですかね。みんなで考えてんのかな。いやー、これはすごすぎでしょう。次いきますよ。いやいやいや、これはね追えない。すごすぎて。一人のパートもあればオクターブのパートもあればでまた一人のパートに戻ってみたいな展開がね早くてすごすぎます。ただそれがねめちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。ほらほら高
高い音、低い音で、真ん中ユニゾンみたいなねいやこれはすごい超楽しいね、聞いてて。次いきますよ。いやーすごい、これはすごい。もうね、分析とかじゃなくて、もうすごいの一言。いろんな表現方法がありましたね。一人のパート、そして三人で低い音、中音域で高い音で、このねユニゾンフレーズもありましたし、二人での高い音、低い音でのユニゾンもあったし、全く同じ音でのユニゾンもあったし、本当にねこの一瞬でものすごい量の表現してましたよ。いや最高すぎますね。で静かになって B メロでしょ。展開がもう神がかってますね。 B メロから聞いてみましょう。でまたオクターブですよ。もう6人で声で表現できる可能性に全部挑戦してるグループなんじゃないかな、ストーンズは。もうできないことがないんじゃないかっていうぐらいいろんなことやってますよね。次いきますよ。いやーほんとすごいわ。ただただすごい本当に。でもやっぱり毎回ストーンズの歌声分析動画の時に言ってるんですけど、恐ろしい時間練習しないとこれは無理だと思うんですよね。僕は才能とかセンスっていう言葉はあまり信じていないタイプで、すごいなって思う人はやっぱりそのすごいって人に言われる量の努力をしてるっていうふうに思うんですよ。生まれ育った環境の違いこそあれ、才能とかセンスっていうものは僕はねないと思ってます。だからね、ここまでの表現ができるストーンズ、個人練習はもちろんそうですけど、グループ練習を含めてめちゃくちゃ頑張ってますよね。いやほんと尊敬します。次いきますよ。かっこいいね。多分最後のサビに突入するためのこう徐々に徐々にこうね声のパワー感を増幅してきてるようなラップだと思うんですよ。で徐々にねシャウトボイスのザラザラ感もこう増幅してるような感じがするしね。次いきますよ。ほらねなんか流れからそういう風な感じで来たら嬉しいなっていう風に思って今ね言ってみたんですけど、本当に理想通りの展開になって今ねめっちゃテンション上がりました。で田中さんが徐々に徐々にこうねパワーを増幅していって、最後みんなで爆発した後のサビですよ。さあ聞いていきましょう。かっこいいね。ワンツースリータタバーンみたいなね、ここのねリズムの付け方めちゃくちゃ好きなんですよね。僕一瞬ブレイクになるじゃないですか。ワンツースリータタバーンみたいなこの運のところがブレイクになるんですけど、その瞬間歌声だけになるじゃないですか。それがねめちゃくちゃ好きなんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、いやたまらないですね本当にたまらないこの展開。もう僕の好きな要素が全部込められている曲がこっからなんですよ。いやーほんと素晴らしいね。めっちゃ好きですこの曲。次いきますよ。いいね。今回もねもうエンディングのサビなんですけど終わってしまうのがすごく名残惜しいです。いや最高ですねストーンズ。次いきますよ。うわーかっこいいかっこいいいやもう本当にねここは本当にエンディング中のエンディングの部分なんですけど、最後の最後まで気が抜けないですよ。かっこいいところがもう全部にわたって詰まってるんですね。うわーいいね。戻して聞いてみましょう。いやありがとうございます。こんなかっこいい動画をリクエストしていただいて。いやほんとやばいね。次いきますよ。もう本当に一番のピークがここなんじゃないかなっていうぐらいパワー感があるパートですよね。
声のアタックもねめちゃくちゃ強いしね。次いきますよ。これかわいいね、京本さんのねついついやりたくなってしまう動きですね。次いきますよ。ウェイ最後の最後まで見せますね。ここで終わりかな。いやー最高でしたね。以上 SixTONES こっからザ・ファーストテイク歌声分析はここで終了です。さあ今回で SixTONES 歌声分析動画第4弾ということでですね、分析していったわけですけれども、今回の動画がですね約10ヶ月前に公開された動画で、その前にザ・ファーストテイクに出演した時はね約2年前なので、エバーラスティングの歌声からですね約1年経ったSixTONES の歌声がこれってことですよね。いや1年間でですねものすごい進化しているんじゃないでしょうか。僕が分析してみて一番何が変わったかというと、声を使った表現力がですね10倍とか20倍くらいになってんじゃないかっていうぐらいですね、いろんなことをやってましたよね。ただ美しいだけの声じゃない、ただすごいだけの声じゃない、こんな細かいところまで表現しているんだよっていう、そこがね僕はものすごく感動しました。声で表現できる限界をさらに超えるっていうところが目標なんじゃないかなっていうふうに思ってしまうぐらい SixTONES の歌声素晴らしいなっていうふうに思います。これからも SixTONES 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではボイストレーナーのつるさんでした。